家庭菜園ライフ。杉並区で菜園をやってる高橋です。今日は大量の玉ねぎの管理が楽になり、冬場の生存率を高める方法についてご紹介していきます。11月に入り、だいぶ寒くなってきました。昼間でも15度を下回る日が多くなってきましたが、玉ねぎは霜に当たると根が浮いてきてしまって大気にさらされてしまいます。そうするとネギ自体も凍ってしまい腐ってしまう可能性があります。また小さい苗は冬越しするのが難しく枯れやすく失敗してしまいます。今日はその対策についてご紹介していきます。最後にご質問にも答えていきますので、ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。ではこちらをご覧ください。こちらですね、苗を入手して植え付けた玉ねぎです。11月に植え付ける時にですね、このぐらいの5ミリ前後にですねなっていると非常にいい状態だと思います。しかしこのようにですね、非常に細い小さい苗もあります。このように小さい玉ねぎの苗は先ほどお見せした苗よりも冬越しするのがちょっと難しくなってきます。小さい苗は根や葉が凍ってしまい枯れてしまうことがあります。厳冬期を迎える前に対策をしていきましょう。対策の1つ目です。1つ目は防虫ネットを設置することです。本来玉ねぎは何もですね対策しなくても育ちます。しかし防虫ネットを設置することで風よけの効果があります。保温効果も少し高まり、小さい苗もですね大きくなる可能性があります。それでは防虫ネットを張っていきましょう。このようにですね防虫ネットを張ることでですね、非常に強い北風を防ぐことができますので、極端な温度低下とかですね、そういうことはある程度防ぐことができます。ですので場合によっては霜もですね非常に折りにくくなる効果も期待できますので、ネギの生存率改善にはですね非常に役立つ資材です。ぜひ試してみてください。対策の2つ目です。2つ目はもみ殻や藁を株元に設置することです。もみ殻や藁で暖かくすることによって苗を厳冬期前に育てることが目的です。株元に設置することで地温が下がりにくくなります。まだ寒すぎない日中の気温を夜に放出してしまう効果を緩やかにします。まだ小さい苗を中心に巻いていきましょう。それでは実際にもみ殻を巻いていきます。もみ殻の量はですね、それほどいっぱいはいらないと思いますけれども、手のひらで軽く1杯ぐらいをですね、マルチの穴に入れていきます。こうすることによってですね、かなり防寒効果がありますので、非常に厳寒期のですね寒さがきつい時も霜をですね避けることができたりですね、ある程度地温を下げずに栽培することができます。またマルチを敷かない場合は藁などを使うのも有効的な方法です。ぜひやってみてください。3つ目は NG 作業をご紹介します。その作業とはビニールトンネルを設置することです。今はビニールトンネルを設置していますが、冬の間もですね保温しようとしてビニールトンネルを設置したままにした場合、その場合でもその苗はですね、そこそこ大きくなっていきますけれども、春先にですねビニールが必要なくなって、ビニールを撤去した時、保温ビニールしてしまった方がですね生育が悪くなる、結球状態が悪くなるということもたまに起こりますので、保温ビニールは使わないで生育していくようにしましょう。防虫ネットと不織布の使用だけで十分です。ぜひビニールトンネルの設置にはご注意するようにしてください。それでは質問コーナーです。こちらのニンニク栽培の動画にコメントをいただきました。プランター栽培をしていますが、空いているところにクリムゾンクローバーの種を植えるのはいかがでしょうか、というコメントをいただきました。ニンニクとクローバーを一緒に植えるというのは、クローバーの根につく根粒菌がですね
作り出す、窒素養分、それをニンニクが有効利用できるということで、ニンニクとクローバーの組み合わせというのはいい組み合わせなんですけれども、プランターなどで栽培される場合には、そういうようなクローバーに頼るよりはですね、むしろ鶏粉ですとか、油かすですとか、そういうふうな有機肥料にですね、頼った方が、ニンニクにその栄養を補給することができると思いますので、そちらの方を考えてみてはいかがかと思います。決してクローバーを植えるのが悪いということじゃないのですが、やはり種をまいて、発芽するかどうかというふうなリスクとですね、発芽してもその後にですね、しっかり育って根粒菌が根っこにちゃんとついてくれるかどうかという問題もありますので、いくつかのリスクを考えるよりは、より確実に鶏粉ですとか、そういうふうな有機肥料を使われた方がいいのではないかと思います。ぜひ検討してみてください。今日は大量に玉ねぎの管理が楽になり、冬場の生存率を高める方法についてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた。